皆さんこんにちは。いつもチャンネル視聴ありがとうございます。今日はですね、Xiaomi のスマートバンド Mi Band 5、こちらを開封してレビューしていきたいと思います。で、結論からなんですけど、このスマートバンドは本当にいいです。で、自分自身もほぼほぼ24時間つけてる感じですね。で、グローバル版をイギリスで購入して、Amazon で26ポンドぐらいだったので、約4000円ぐらいでしょうか。非常にリーズナブルな価格でした。で、いろんなレビューサイト、国内、海外含めて、とても高評価だったので、かなり期待したお買い物になります。で、アクセサリー類なんですが、本体と充電ケーブルがついていて、で、この充電ケーブルはちょっと特殊なタイプですね。で、この2つの端子の部分が本体の方とマグネットタイプ形式でくっついていくような感じです。本体のベルトの部分はラバー素材になってますね。で、残念なんですけど、買った当初は電源が、バッテリーが空になっていたようなので、早速ちょっと充電をして電源を入れてみたいと思います。で、ここでちょっとスペックのおさらいなんですが、まずディスプレイは 1.1 インチのアモレッドタイプで50メートルの防水、そしてバッテリーは驚異の14日間 OK。で、あとは心拍数センサーとかタイマー、アラーム機能がついてます。あとはスマホ連携によって各地通知が飛んでくる感じですね。そして販売価格は4000円から5000円ぐらいというところで、非常にお買い得なスマートバンドになります。で、スマホ連携に関しては Xiaomi の出しているスマホアプリの Mi Fit、 これと同期をさせて必要なデータなんかをスマホで管理する形になります。ちょっと見やすいようにいつも使っているスマホスタンドをつけてみます。で、一通りアプリ内の設定が終わったので、ここからスマホバンドの登録をしていきます。で、登録する際にはいろいろと GPS の情報が必要だとかというのを聞かれるようですね。で、基本的にはこれが必須になっているみたいです。で、ペアリング自体はもう本当にすぐ行われる感じで、非常に問題もなくサクッと同期をすることができました。で、ちょっとデフォルトの設定だとかなり暗めなので、少し明るさの調整をしてマックスにしてみたいと思います。基本的な操作方法としては、上下にスクロールをして、で、画面タップでメニューの選択で、あとは左から右へスワイプすることで一つ元の画面に戻るというような感じですね。で、アップデート中ということもあるので、この時点で少し自分の手首に装着をしてフィット感なんかを試してみたいと思います。で、今まで自分が購入してきたスマートバンドの方なんですけど、どちらかというとこのベルト部分が時計と似たような感じなので、今回Mi Band 5のベルトの構造っていうんですかね、このあたりが少し戸惑いを覚えてしまった部分があります。装着の方法に関しては慣れるまで少し時間がかかるかもしれないんですけど、一旦慣れてしまえばかなりサクッと装着できるのかなと思います。と、そうこうしているうちにアップデートが終わって、今同期が完了した状態ですね。ということで今、時間なんかも全て同期されてます。買ったばかりなので、今データ系は何も入ってないんですけれども、いろいろと
試しをして、この PAI というの、PAI ですね。これは結構 Xiaomi の特殊なスコアリングシステムのようで、いろいろとハートレートだとか歩数だとか、そういったデータを総合的に判断してスコアリングをしているようなものみたいです。もう少しこのあたりも突っ込んでレビューをしていきたいなと思います。で、今、心拍数を計測している状態ですね。可愛らしいアイコンが出てきています。ちょっとレビュー中というところもあって少々緊張気味なので86、85、ちょっと高めなのかなというところですかね。で、このスマートバンドを使っているときに気になった機能があって、各々スマートフォンやスマートバンドの方ですね、お互いに呼び出すことができる機能っていうのがついてます。例えばバンドをしていて、スマホどこに行っちゃったのかわかんないという時だとか、その逆とかですね。そういった時に、お互いが、振動してバイブレートしたりとか、音を鳴らすことで、それぞれの場所を探してくれるという機能がものすごく便利なのかなと思います。で、こちらは腕を傾けた時の画面の反応具合ですね。3パターンぐらいで試してみたんですけど、ゆっくりした場合でもしっかりと反応して画面がオンになってくれるので助かります。で、皆さんスマートバンドをしながら作業、デスクワークをされている方々と多いと思うんですけど、今回のこの Mi Band 5の場合は、実際にラップトップの上で作業をしても全然苦にならないフィット感なのかなと思います。で、本体とこのバンドの部分ですね、ちょっと強く引っ張ることで、着脱が可能になっていて、で、いくつかサードパーティーなどからも、このバンドの部分が、販売されているので、日によって色を変えたりとか、あとはバンドのタイプですね、そういったものを変えて、ちょっとファッション的な感じで使っていくのもいいのかなと思ったりします。で、実際に1日はめて、いろいろなデータをちょっと取ってみました。で、今回は一番気になっていた睡眠スコアですね。で、こちらの Mi Band 5には睡眠センサーがついているので、特に何かオンオフすることなく自動的に寝てるタイミングとかそういったものを心拍数などから判断してこういった形でスコアを出してくれています。で、このあたりの精度は Xiaomi 曰く、かなり前回のバージョンよりも向上したということみたいです。あとは心拍数データなんかも1日のグラフでこういった形で出ているので、今までは把握できなかったというか気がつかなかった部分っていうのもこういった形で視覚化でビジュアルに確認ができるのはいいポイントなのかなと思います。ね、他にもいろいろと面白い機能が備わっていて、スマホの方のカメラのシャッターのタイミングですね。そのシャッターのボタン操作をこの Mi Band 5経由で行うというような機能なんかも入ってます。遠く離れたところでセルフィーだとか、あとグループショットを撮る時のタイミング、こういった形でスマートバンド経由でシャッターが切れるっていうのは結構便利だったりします。で、こちらは Mi Band 5のバックライトの明るさとか、あと心拍数センサーの光とかですね、そのあたりが実際に暗闇でどのぐらい光るのかっていうのをちょっと検証してみた、シーンになります。当然睡眠センサーなどもついているので、寝てる時にスマートバンドを装着されておられる方々も多いと思うんですが、やはりバックライトの明るさがものすごく明るかったりとか、あとはいろいろと寝返りを打った時のタイミングでバックライトが点灯してしまうっていうような部分、こういったところは個人的にはものすごく気にしているポイントではあります。
Mi Band 5の方は、バックライトの明るさをスケジュールで管理できたり、あとはリストバンドの傾きによって画面が点灯する。そういった部分というのもアプリからカスタマイズできるので、これは非常に便利かなと思います。あと、心拍数センサーのこの緑色ですね。この光の具合というのも、こういった形で隙間が空いてしまうとかなり目立つんですが、基本的には肌の方に結構密着するようなタイプなので、それほど気にならないのかなと思います。で、グローバル版だとどうしても多言語対応というところで日本語に対応しているのかどうかっていうのが結構気になるポイントではあるんですが、こちらの方で今アプリ通知の連携で Twitter 通知をオンにして、でそれが、届くときに果たして日本語で表示されるのかどうかというのをちょっと実験してみました。で、こういった形でTwitter の DM が届いた時ですね、日本語でしっかり出てきているので、このあたりは安心できるのかなと思います。ただ、グローバルモデルに関しては、メニュー項目では、あいにく日本語というのがないというのが一つ気をつけるべきポイントかなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。Mi Band 5。個人的には、ほぼほぼ100点満点を上げたいぐらいのスマートバンドなのかなと思います。やっぱり夜寝てる時でもバックライトの明るさが気にならなかったり、バッテリーがものすごく持ってくれたりとか、あとは装着時にいろいろなタイミングで試してもしっかりと反応してくれるっていうのはものすごい大きなポイントでしたね。あとは何といってもこの価格帯4000円から5000円ぐらいでこれだけ高機能なスマートバンドが購入できるというのはエントリーモデルとしてもものすごくいいかと思います。今まで気になっていたんだけど、スマートバンドいろんなものがあって何を試していいのかわからないという方に関しては、このモデルはぜひぜひお勧めしたいものかなと思います。このチャンネルでは海外で人気なガジェット、スマートフォン、サービスやアプリなどに加え、イギリスで乗っている車の紹介や現地での運転の様子などをいろいろと取り上げています。ぜひチャンネル登録をしていいねをお願いします。